痩せすぎで心配されるアイドルと大食いで驚愕されるアイドル。K-POP の美意識にも時代の変化が。K-POP アイドルは歌やダンスだけでなく、その圧倒的なスタイルの良さでもファンを魅了してくれます。特に女性ファンにとって、細くて小顔なアイドルたちは常に憧れの的であり、ダイエットのモチベーションとなるような存在ですよね。しかし第4世代以降ではあまりの細さに、痩せすぎでは、と心配の声が上がるアイドルも目立つようになりました。今回はそんな K-POP アイドルのスタイルに関する時代の変化やダイエット事情についてまとめていきたいと思います。2019年以降にデビューを果たした第4世代の K-POP アイドルたちは、そのスタイルの良さに注目が集まることが多いです。しかし中には痩せすぎと言えるほど細いアイドルも少なくなく、心配になることもしばしば。カラや少女時代をはじめとする第2世代と比べるとその差は歴然。以前は適度に筋肉がついて健康的に見えるスタイルが良しとされていました。男性ファンには適度に肉付きのいい太ももが良しとされており、時には痩せすぎりあまり太ることを頑張ったアイドルもいたくらいです。しかし現在は、とにかく細さを追求するアイドルが増え、お人形のようなビジュアルが美とされる傾向があります。IVEのリズやNMIXXの G は、デビュー当初丸顔で少しふっくらしていた印象がありましたが、太っていると批判を浴びることもあり、今ではとてもほっそりしています。確かに美しいですが、健康的であるかは疑問ですね。実際痩せすぎによって体調を崩してしまったアイドルも多いです。最近ではエスパのウィンターが肺に穴が開く病気である気胸の手術を受けたことが話題になりました。イケメン病とも呼ばれる気胸は、痩せ型の人に発症することが多い病気です。全員が細いエスパメンバーの中でも、格段に痩せていると言われることが多かったウィンター。特にスパイシーでのカムバボは、その体型を見たファンから心配する声が上がっていました。さらにエスパの活動スケジュールがハードだったこともあり、体調を崩してしまったようです。メインボーカルなのにこの細さ、心配になってしまいますよね。IVEのウォニョンもたびたび痩せすぎだと話題になります。憧れの体型として名前の挙がることが多いウォニョンですが、一部のファンからは心配されることも多いです。また男性ファンは細すぎる体型よりも健康的な体型を好むことが多いため、ウォニョンの女性人気が高いのは、その体型が理由の一つなのかもしれません。ウォニョンのスタイルはまさしく現在の K-POP アイドルの美的価値観にはまる女性がなりたい体型そのものと言えるでしょう。しかしウォニョンはIVEでの活動に加えて司会やモデルとしての仕事などかなり忙しい日々を送っているため、心配する気持ちもわかります。他にもイッチのユナやブラックピンクのロゼ、TWICE のサナなど痩せすぎと心配される K-POP アイドルはたくさんいますが、誰もがハードなスケジュールをこなしているため、くれぐれも体調には気をつけてほしいですね。痩せすぎと心配されることもある K-POP アイドルですが、中にはそのスタイルから想像できないほど大食いなアイドルもいます。モッパン動画やビハインドではアイドルらしからぬ食べっぷりを披露してくれることも。まず大食いとして認知度が高いのはエスパのカリナ。メンバーたちとのピクニックでは会話もそっちのけでラーメンをすする様子が、なんとカリナ、ラーメンなら一度に3袋も食べられると言います。さらにインスタライブでは立て続けに4個のドーナツを平らげ、ファンに、食べ過ぎでは、と言われてようやく食べるのをやめたこともありました。これだけ食べているにもかかわらず、遅いウエストを維持し続けるカリナ。ラーメンもドーナツも一体どこに消えているんでしょうか。全員がビジュアル担当と言われるほどのNMIXXでひときわ注目を浴びることの多いソリュンも、実は大食いとして知られています。あのスタイルでありながら、なんと回転寿司に行った際には、一人で23皿も食べたことがあるそう。食べ盛りの男子高校生とも余裕で張り合える量です。さらにテイクアウトのトッポギを一人で3人前食べたり、焼肉を食べた際はご飯3杯に加えて冷麺まで行くという大食いっぷり。この話を聞いた TWICE のサナは、食べられる方っていうレベルじゃない、と驚愕していました。そしてメンバー全員が大食いなるセラフィム。メンバーたち自身も、食べ物に本気、だと発言しています。日本に来た際にはコンビニのお弁当やお菓子でコンビニ飯パーティーを開催したり、パン屋さんで爆買いしたりと、とにかく食べ物には貪欲。カズハとチェウォンがライブ配信中に、あなたたちは太るつもりですか？というコメントが寄せられると、それに対して、私たちのグループのモットーは幸せな豚になること、と返し、食べ物に対する本気度を見せつけました。また桜は自身がホストを務める、怖いもの知らず蔵にチェエナがゲスト出演した際に、長生きするより美味しいものを食べて早く死ぬ方がマシ、富谷脇プロの思想を炸裂、
とはいうものの、ルセラフィムメンバーたちも漏れなく全員細い。体型維持の秘訣をぜひ伝授してほしいです。その芸術的ともいえるスタイルからは想像できないほど見事な食べっぷりを披露してくれる K-POP アイドルたち。ここからはそんなアイドルのダイエット法の秘密に迫っていきたいと思います。まずは TWICE モモのダイエットエピソードはとっても有名ですよね。モモはデビュー前の練習生時代、会社からショーケースに出たければ1週間以内に 7kg を落とさなければいけない。でないとステージには上げられないと言い渡されたそうです。1週間で 7kg。どう考えても現実的な数字ではないですよね。そこでモモが取ったダイエット方法は丸々1週間の断食。その期間は水すらほとんど飲まずにレッスンに臨み、さらにジムに通って体重を落としていたといいます。なんと1週間で口にした氷1個だけ。それでもなおモモは罪悪感を感じていたのだとか。最終的にモモは1週間で 7kg を落とすことができず、自ら3日間の延長を申し込んでなんとか目標体重まで落とすことに成功したといいます。想像するだけでも辛くなる話です。G アイドルのウギも同じような経験があるそうで、ウギの場合は体重測定の結果を会社の玄関に貼られるという公開処刑を受けたといいます。さらに 5kg を落とすまで張り紙は離さないと言われ、そこでウギはモモと同じように断食をして無理やり減量したそうです。アイドルにとって体型管理が重要なのはわかりますが、 JYP もキューブもちょっと厳しすぎじゃない。続いて IVE のダイエット方法をご紹介します。IVE のメンバーたちは食事の際、まずキャベツを3枚食べているといいます。これは血糖値の急激な上昇を抑えるためで、たった3枚のキャベツを食べるだけでも血糖値の上昇が緩やかになってカロリーの蓄積が抑えられるそうです。思っていたよりも簡単なダイエットを実践しているんですね。もちろん IVE のメンバーたちはこれだけでなく、ジムに通ったり食事制限をしたりと様々な努力をしていると思いますが、キャベツを食べるだけなら簡単に真似できそうです。しかしウォニョンに関しては、血糖値の急上昇を抑えるために晩ご飯を3時間かけて食べるという徹底っぷり。やはりあのスタイルの裏にはこのような努力があったんですね。私からすれば全ての K-POP よじゃ全員痩せすぎ。オニョンに注目集まりがちだけど、ガールも相当細い。ヨジャも細すぎてもちろん心配だけど、最近はナムジャもやばい。冬子は帰郷にもなったしほんとみんな体に気をつけて活動してね。美人が食べてる姿見るの好き。逆にそんなに食べられるのにあのスタイルを維持できてるのがすごい。アイドルたちがおばあちゃんになっても健康でいられるダイエットをお願いしたいな。ベジファースト的な感じかな。すぐ真似できる。俺もキャベツ3枚食べれば IVE のメンバーになれる。アイドルたちがお菓子バクバク食べてもいいくらいの簡単なダイエット方法をたくさん生み出してください。K-POP アイドルの美の価値観は時代とともに変化しており、今では極限まで細さを追求するアイドルが多いです。そして実際にアイドルたちは完璧すぎるほどのスタイルをキープし続けています。しかしモッパン動画やライブ配信などで大食いを披露するアイドルも多く、ファンから不思議がられるのはもはや定番の流れ。その裏では、時に過酷なダイエットであったり、日々の積み重ねがあったりと、ファンには見せないアイドルたちの努力があります。一方で痩せすぎていて心配、というファンからの声があることも事実。アイドルたちには、ちゃんと必要な分は食べて、体調に支障をきたさない範囲で活動を続けてほしいですね。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。